外気温15度、現在6時42分です。日の出とともに宿を出ております。昨日は別府から八幡浜のフェリーに乗ろうと思ってたんですけど、地元の人のお話を聞くと臼杵の方が近いし、料金も安いんで臼杵がおすすめですよということなんで、臼杵八幡浜のフェリーに乗ろうと思ってます。8時40分やったかな、フェリーの出発時刻が。だから30分ぐらいで着くんで、7時過ぎにはもう向こう着いてるんで、余裕で、チケットも買えると思ってます。今日はもうゆっくりと自宅に帰るだけなんで、急がされることもなく、最後の旅を楽しみたいと思います。ではまた。
かいに見えるのは佐多岬だと思います。四国の最も西に当たりますね。おそらくあれ佐多岬です。風力発電がいっぱいありますね。もうすぐ、八幡浜に着くともうあと30分ぐらいで着くんじゃないかな。佐多岬のねこの辺りに来てますね。四国はなんか風力発電が多いですね。岬のせいなのか。九州はやたらソーラーパネルがいっぱいあったんですけど、もうすぐ八幡浜着きます。これは全部無人島ですね。この目の前の島あたりやったらちょうど手頃で島を一つ買えばここで自給自足の暮らしができそうな感じはしますけど、魚取って釣りに行って米買って、それぐらい海苔があると水も多分出るんで暮らせそうな雰囲気がある。電気がないか、まあソーラーでどうにかなるかもしれない。面白いね。どうもオートバイは一番最後みたいですね。よし、これ八幡浜に着きました。やれやれ。さあ梼原経由で山を越えて帰ろうと思います。まあまあいいんじゃないでしょうか。何これ。あれこれダメだねこれ。おいちょっと待ってや。
八幡浜を出発します。144キロと出てますね。自宅まで2時間50分。まあ途中で2回ぐらい休憩するんで、多分午後の3時か4時ぐらいには着くでしょう。山越えをして梼原の方を抜けて須崎に出て帰ろうと思ってます。お天気がすごくいいんで、おそらく梼原の方の山の方を走ると恐ろしく気持ちがいいんじゃないかなと私勝手に想像しております。最高じゃないかな、今日は。もうすぐ道の駅が、これか、肱川の道の駅。ちょっとここで休憩がてら少し早いお昼ご飯も食べようかなと思ったりしてますが、バイク止めるとこあるかいな。オートバイの駐車場というのが見当たらないんで、別にどこに止めてもいいんだろうと思うんで、ここにしようか。ここにしよう。よいしょ。これじゃ。21度です。現在12時ちょうど。やっぱり時間かかりますね。もうすでに2回ほど休憩取ってます。あと1回は絶対取らないといかん。なんか昼飯まだなんでそばでも食べたいなと思ってるんですけど、どうかな。まあここは梼原高知でも寒いところなんですけど、日中は暖かいですね。非常に今日もお天気が良くて、山の景色もすごく綺麗です。もう山がちょっと色づき始めてますね。秋の紅葉のシーズンがもうすぐ始まる。
この辺りは夜はかなり冷え込むと思います。綺麗なところですね。気持ちいい。もうすぐ、須崎に入りますね。あと10キロ20キロぐらいかな。もう東津野抜けましたんで、今から山をずっと下っていくような感じです。いや九州も非常に綺麗だったけど、四国もなかなか、私の地元ですけど捨てたもんではないですね。いやでもやっぱり山が近いですね。そういう感じがします。九州より、四国の山の中の方が山が近いようなイメージがあります。何が違うのかちょっと分かんないですけど、そういう感じがしますね。でも非常に温暖な気候は似てますね。宮崎とか大分あたりの雰囲気とこの高知の山岳地帯非常に似てるという、道はどっちこっちないぐらいですけど、高知の方がもうちょっと未整備かな。九州の宮崎とかの、特に日南海岸に、鹿児島から抜ける道なんかはすごく良かったですね。道自体が空いてましたし、適度なワインディングロードがあって、で道路も結構綺麗で、比べたらあれですけど、高知の道はね、もっとバンピーでデコボコして跳ね上がりますね。NT1100 で走ってるからこれぐらいの感じでいけるんですけど、特にリアのサスがね、硬いやつとかしなやかさがないようなオートバイだったらガンガン突き上げるでしょうね。私が乗ってるのは NT1100 と CRF の250なんで、両方ともサスペンションストロークは長くて非常に優れてますんで、こういうバンピーな、道路でも後輪が飛び跳ねたり突き上げがガツンときたりはあまりしない。特に CRF はしなやかです。もうあれは抜群です。ただその分多少コーナリングでぐにゃぐにゃしますけどそれはしょうがない。本当に山岳地帯を飛ばすんであれば NT の1100っていうのはもう抜群にいいですね。と思えば高速道路行ったらもうバッチリ安定しますし、不思議なオートバイです。どっちかを優先するとどっちかが殺されるんですけど、直進性を優先していくとどうしてもコーナーでのひらひら感がなくなったり、ちょっと曲がりにくくなったり切れ込んだりするんですが、これはもう本当にニュートラルステアでコーナーももちろん加速してる時は
なかなか倒し込みが重いんですけど、コーナーの手前で少しブレーキかけるとかエンブレするとストンと倒れちゃうんで、非常にね峠道でも走りやすいし、高速道路なんかだったら、直進性もバッチリあるんでフラフラしないし、もう言うことなしですね。でね、ぜひね NT おすすめです。試乗されてみたらどうでしょうかね。もうヨーロッパとか日本の山岳道路を走ったり、ハイウェイ走るともううってつけのような気がしますね。これよりいいオートバイない。もう GoPro がね、もう今日も3度目です。落ちてる、暴走してるのかクラッシュなのか、その度にマウントアダプター抜けて電池引き抜いてリセットしないとボタンが全く反応しない。もう1日に何度もこれやってます。で、先日フィリピン行った時はもう勝手に電源が入ってバッテリーがパンクしましたしね、もうわけわからん。もうこのね GoPro ダメです。はっきり言って、もう私のだけかもしれないですけど、もう必ず落ちますね。で、スイッチ操作ができなくなる。電源入れてないですよ。電源入れてさっきも 2,3 分喋ったら急に落ちる、切れちゃう。で、その次電源入れようしたらもう反応しない。もうね、もう嫌になってますね。私のだけなのかな。そういう話はあんまりネットでは聞かないんですけど、もうダメです。もう我慢の限界ですね。調子いい時はこうやって喋っててもずっと録画できるんだけど、わかんないです。熱暴走してるとも思えない。もう買い替えます。 GoPro 以外の DJI かインスタか、もう GoPro は二度と嫌です。というのが、このインスタ360は落ちたこと1回もないです。スイッチの反応しないとかいうこともない。九州への約6日間のツーリングも今日で終わりを迎えます。行ってよかったです。約40数年ぶり、20代の前半に、鹿児島、宮崎、それから熊本、阿蘇、山並と走ってきた思い出の地をほぼ同じルートを通って走ってきました。特に花瀬合肥公園は思い出深くて、ある意味あそこにたまたま通りがかったことでフィリピンという国を、興味を持ち知りたくなり、その延長上で、妻と知り合い結婚をし、子供も生まれ、今に至るということなので、非常に感慨深いものがありました。行ってよかったです。こういう旅行というのはもう思いっきりが大事で、いろいろ考えてると実行に移せませんので、今回は
息子の中間考査、その間はお弁当を作らないでいい。今週いっぱいはですね中間考査があったんで、その間であれば一番息子にとっても負担が少なかろうと思いまして実行に移しました。時期的にも非常に良かったですね。暑くなく寒くなくずっとお天気にも恵まれました。非常に良かったです。でワンちゃんはペットホテルに1週間預けました。さっきもお話を仕掛けたんですが、このオートバイは乗ってみると分かる良さが分かります。燃費もレギュラーガソリンだし、20キロ以上常時リッターで20キロ以上はどんなに高速ぶっ飛ばしても走ります。でそこそこ鼓動感もあるし、特にツアラモードにしてると4000回転ぐらいからもう一気に7500のレッドゾーンまでトップギアで吹き上がります。すさまじいです。そこから先はおそらくインジェクションマッピングをいじってるんでしょう。それ以上上がらないようになってるんで、おそらくパワーをね抑えてると思います。だから本当にね高速道路からワインディングロードまで日本の道にはぴったりで、ダートは走れないですけどこのオートバイダートで振り回そうと思ったらとてもじゃないけどできないです。はっきり言って、どんなサスペンションつけてどんなタイヤつけてもパワーが有り余ってどうにもならないです。そういう意味で非常に旅の友としてはこのニューツアラーというカテゴリーの NT1100 は私にとっては良き相棒になっております。今回ツーリングに出て約1600キロ走りました。九州一周でたかが 4,5 日で腰をちょっと悪くしたんですけども、それ以外はエンジンも調子はいいし風防の効果は抜群だしもうどこ走っても不安がありません素晴らしいオートバイだと私は思ってますね。それでデュアルクラッチトランスミッション入ってるしアップルカープレイも入ってるんで、もうツアラーとしては言うことなしだとホンダの勝手な見方をしてるわけではなくて1年半乗った私の実感であります。欠点らしい欠点がありません。欲を言えばね、このフロントのスクリーンがもうちょっとこう軽く上下できるか電動にしたいところですね。それはあったら買い替えたいかな。あとね、燃料タンクをねもうちょっと大きくしたいですね。あと 4,5 リッター入るようにできるとなおいいかなと思います。車重が重くなるのはちょっときついですけどね。そんなこんなで締めくくりとしては非常に充実した旅が送れました。皆さん本当に良い旅を共に良い人生を送れるように
私も心から願っておりますし、また明日から平常の日常に戻りますけども、心より望んでおります。平和と健康を祈っております。それでは失礼いたします。ありがとうございました。